何が起こるの？というか大丈夫？縫いにくい。今日は徹夜はしたくない。皆さん、はじめまして。ハンガリー毛糸刺繍をやっております、田中千尋です。物を作る時って、自分のイメージを実現させるために試行錯誤してもう大変な思いをするんですけど、それでもなんだか知らないけどまた新しいものを作りたくなるっていう、そういう気持ちを皆さんと共有できたらなと思って動画を作ってみることにしました。さて今回は何を作るために試行錯誤するかというと、コンサートに着ていく素敵なお洋服が欲しいということです。どういうことですっていうのも、今度カフェギャラリーで行われるコンサートで展示をさせていただくことになりました。ありがとうございます。そしてそれに際して着ていくための素敵なお洋服がないので、せっかくならこの展示をする刺繍をこのカーディガンに施して展示とお揃いの服を着ていきたいというところです。まず刺繍する前にどうにかこうにかちょっとこれが縮まらないかなっていうトライをまずしてみたいと思います。30分？それは絶対やりすぎだから。何が起こるのこの相関層って。回ってるんだ。ネットに入れなくて大丈夫だったかな。ちょっととりあえず一時停止したけど、別になんかまだ熱を加えるとか加えないとかいう段階じゃない。もうこれで何かが変わる気がしないよ。相関層。普通にネットに入れて洗剤を入れずに水洗いをすると縮ませることが可能かもしれないということで、そっちの方やっていきます。すすぎって何？すすぎってしなくてもいいのかな？水量はもう超少なくていい。じゃあお願いします。はい、お疲れ様でした。一体どんな風になっているのって言っても、ただ洗濯しただけだからね、今ね。全然全体的に濡れてないから、もう一回霧吹き全体にかけて、この部屋お風呂ごとなんだかすっごいあったかくするとか、そういうことに何か意味はあるのかちょっとやってみます？どうですか？サイズ感変わってないよね。なんで縮ませたかったかっていうと、そもそもこれから刺繍をするにあたってもうちょっとギュッとしたそのハイゲージもういっそ布っぽくなってくれたら、それはねちょっと刺繍するにはやりやすいかなっていう感じで頑張ってるんですが、ちょっと今のところまだ縮ませることには成功してないかな。全体縮ませたいから全体に当てて、本当にこれで縮むの？というか大丈夫？縮ませたいところを握る？あの後結局アイロンのスチームをガンガン当てて、でまた霧吹きやってお風呂場で乾燥させて、どうですか？ちっちゃくなりました？ちっちゃくなった気がしないかな。ちょっと丈感とか。昨日の私すごく楽しそうにカーディガンを縮めてましたね。でも気づいてしまったんですが、私にあんなカーディガンを縮めている時間的余裕はなかった。この展示のための刺繍が今ここに1つできてます。これを最終的に合計4つ作りたい。今これは2つ目の途中。カーディガンを置いといて、装飾の方の展示の方の刺繍を
黙々と進めていきます。やっと4枚縫い終わりました。これからカーディガンに取り掛かります。完成イメージ図を作ってみてるんだけど、どうしようか。まあいいかな。どうかな。できた完成イメージ図がこれで、これに合わせて刺繍をしていくんですが、カーディガンを縮めることには順調に失敗したので、作戦はこういう感じです。このシーチングの布にモチーフの部分だけアップリケの要領で作って、でその際にこの一番外側布と接する部分は刺繍せずに取っておき、その一番外側のステッチを利用して刺繍にアップリケを接合するっていう作戦です。カーディガンの上に実際モチーフを置いてみてるんですが、飾る方の刺繍より小さくていいから時間全然大丈夫って思ってたけれども、飾る方の刺繍と同じ大きさなんだったら同じ時間がかかるね。それはつまり4、5、6、9日かかるけど、もう残り7日だけど、はい、OK。とりあえずやっていこう。このシーチングにモチーフをチャコペーパーでサクサク写していきます。なんか大きいのを買ってしまったから、今回は切る。はい。角を攻めすぎると、私手に持った時に縫いにくいので、少しだけ内側にしよう。そしたら、あれを引こう。この斜線部は今は、アップリケ状態では縫わないやつ。アップリケ作戦は一応試していて、はい、こちらが試した時の写真です。自分でも予測のつかないことをやるときは、できる限り実験をしてから本番に取り掛かるようにしています。多分大丈夫。はい、OK。図案を写し終わったので、布を切って裏から接着芯を貼っていきます。もともと薄かったところが接着芯を貼ってるうちにさらに薄くなってしまった。図案が薄くなってしまった方は、あれから縫い進めれば縫い進めるほどどんどん色が薄くなってしまったので、チャコペンでなんとか図案の命を保とうと奮闘しています。さて、よいしょ。カーディガンに縫い付ける前に縫うべきところは縫い終わりまして、アップリケするために一つ一つのモチーフを切っていきます。緊張する。こんな感じで大丈夫？接着芯を貼ったから糸はピロピロ出てこない。やった！ありがとう。作戦成功です、そこは。もしこれで何かを盛大に失敗しても、もうほとんど縫い直す時間はまずないですね。1個目切れました。全部切り終わりました。糸がイメージ図上のモチーフよりも実際のモチーフはもしかして小さい？大丈夫。やっていこう。
こんな感じになっています。皆さん、我々は途方もない戦いに踏み出してしまったのかもしれない。終わりなき旅？仁義なき戦い？いや、仁義は関係ないな。いずれにしろ、苦しい旅路だ。笑っちゃうほど縫いにくいから進まなくって。袖の部分はもうね、つかめないから、縫いにくさがもう比じゃない。細く切りすぎてここを縫おうとするとプチって破けちゃう。ガシガシ上から縫って補強していきますが、縫いにくい。茎の部分はじゃあここでガシガシ書いちゃおうかなと。つくのかな、ちょっと怖いから下の方からやろう。うっすらめっちゃ儚げにつく。というかこれは消えるのか？消えなかったらどうしよう。結構さっさか消えちゃうから、むしろ頑張ってやらないと消えちゃうんだね。ただいまこういう具合です。で、あと、ここにつけてこうやって茎を伸ばしたいのと、それから袖にもこれらは少なくともつけたい。あとはこのつぼみさん、コンサート前日の15時現在、今日は徹夜はしたくない。どうにかこうにか徹夜しないで作れますように。はい、なんとかコンサートにカーディガンを着ていくことができました。動画の最後で今後こういうコーディネート組み合わせでこのカーディガンを着ていこうかなっていうのを載せてるので、ぜひご覧ください。というかアドバイスをお願いします。こういう服と合わせたらいいんじゃないとか、こういうコーディネートが思うよなど、皆さんのアイディアをコメントの方で教えていただけましたら幸いです。今回のベストオブ試行錯誤、よく判断したでしょうは、カーディガンの色と似たシーチングに刺繍をしたことですね。あれによって多少布が見えててももう全く気にならないっていう、この素晴らしい助け合いの精神を見せてくれたと思います。ではでは、ここまでご覧いただきありがとうございました。今後もこのドタバタな試行錯誤を見守ってあげてもいいよという心優しい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは私は次の試行錯誤を始めたいと思います。それでは皆さん、息災にお過ごしください。